中国と台湾っていう関係っていうのは、もう日中戦争前、第二次世界大戦の前の話なんですね。左側が国民党の蒋介石さん、右側が共産党の毛沢東さんなんですけど、に分かれて戦ってた時代がありましたと。だけども途中で日本と戦争するために国境合作っていうんですけど、共闘した時代があるんですね。で、その後日本が敗戦したら、今度は内戦時代、もう一回戦うわけなんですよ。中国の覇権をかけて。で、最終的には、蒋介石、台湾の方に行くんですね。毛沢東率いる共産党は、1949年10月1日に中華人民共和国を設立するんですね。ちなみにですね、1911年に建国された中華民国、いわゆるですね、蒋介石が握ってた実権を持っていったところは、1911年の10月10日に、建国記念日としています。で、台湾の、人口構成を見ると面白いんですけど、国民党が台湾に来る前に、日本植民地以前からいる漢民族やハッカっていうのは、もともと中国の北部とかに住んでいた人たちが戦乱によって南の方に移住してきた人たちなんですね。現象ですね。今でいう福建省とか、今でいう広州の人は少なめなんですけど台湾に移住してきたっていうのがまずあるんですよ。それが大体人口全体 85%、その人たちの子孫が今の 85% を占める。で、同時に、もともと実はそれ以前に台湾に住んでいたアボリジニ系の人たちがいるんですね。その人たちは大体 3% 占めるんですね。日本植民地以前からいた漢民族ハッカ人で、プラス産地同胞の人たちのことを内省人っていう感じで、一括りで言ってて、この時、先ほど言った蒋介石が、台湾に撤退してきた人たちのことを外省人というふうになってます。その外省人はなんと人口 12% もいるわけですよ。大体ですけど、これ。今では内省人、外省人の概念はかなり薄くなってはいます。ただ、結局何かっていうと、台湾にもともといた人たちからすれば、これは外省人が持ち込んだ問題だって、俺たちの問題じゃねえ、俺たちはちゃんとした一つの、だっていう話なんですよ。もう内省人、外省人の区別があんまりなくなってきたってことだ。で、これからやっぱり出てくるのはマイナスイメージなんですね。中国共産党に対するマイナスイメージで、その金門島っていう台湾が実効支配している金門島っていうのはここにあって、まさにこことまさに8キロしか遠くないんですよ。で、この8キロの間で大きな砲撃戦があったんですよ。で、あとは台湾の総統選挙の前後に合わせて大陸側から台湾海峡ミサイル演習などをやったわけですよ。これ1990何年だろうな、そこら辺のすごい前の話なんですけど、でもこの時ちょうど僕台湾にいて、で、日本からね、撤収命令が出ましたよ。もう戦争始まんじゃねえかみたいな。それぐらいみんな緊張感のあるお付き合いをされてるもんだから、もうヘイトがたまるわけですよ、やっぱそうなると。で、台湾からすれば、一番もともとは、これは外国、蒋介石たちが持ち込んできた問題だって、俺たちの問題じゃねえと思ってたのに、直接俺たちの方にヘイトを向けられると嫌になってくるわけですよ。で、そういうのはあるので、非常に難しいんですね。でも、台湾のビジネスマンとしては別にこういう問題も無視して結構大陸で商売してるわけですよ。例えば、こういう会社ですね。フォックスコーンだとか、エーサーとか、アーセスとか、HTC、ジャイアント。政治的なところとは別でこういうことも普通にやっている。で、なんでこれは台湾の状況なんですね。で、大陸の話をしましょう。で、大陸っていうのは、もう領土喪失、特に現世紀においては非常に大きなトラウマなんですね。モンゴル国っていうのは、一つの例なんですけど、1921年にモンゴル国は独立します。1945年に中国とソ連の友好同盟条約に基づいてやっと中国から承認された国なんですね。こういうモンゴルの例があるんで、モンゴルっておそらく中国側の視点からすれば、もともと俺たちの土地だったのに、なんでソ連はそんなことして俺が土地を奪い取ったんだみたいな感覚になってるんだと思います。それが同じような感じで、台湾に関しても、あるいは今でいうチベットに関しても、同じようなことを考えてるわけですね。なんで、私たちの土地なんだから私たちが所有するのは当たり前なんじゃないかって話なんですよ。それはおそらく中国側にいる人たちとは全然違う概念なんですね。簡単に言うと、台湾問題は難しい過敏であると。で、台湾側は中国嫌いですよ。理由はさっき言った通り。で、日本人は僕らは外国人に当たるんで、もう、本当にキーすべき問題です。中国でも地図使うって相当難しいんですね。出版物で地図使う場合は相当検閲が入るんで。で、アニメーションでも何でもかんでもそうですけども、基本的には使わない方向でやった方が本当はいいですね。正直同じだと思ってないと思いますよ。同じものには考えられないんですよね。本当に。今でさえこんなに交流増えてますし、台湾人も相当、中国に行ってますし、中国人も結構台湾に行ってるし、日本では、ゲーム会社っていう立場もあるんですけど、中国のゲーム会社、台湾のゲーム会社が一緒になって日本に進出するって結構多いんですけど、それでも結局違うって思ってしまうと思います。価値観が全然違うんでね、本当にね。ここはもうしょうがないというか、違う人種にどうしても感じてしまうでしょうね。